フィットのハイブリッドモデルとガソリンモデル、2台に乗って感じた違いをピックアップしていきます。ハイブリッドとガソリンの価格差は44万円で、乗り味には大きな違いを感じます。この価格差と乗り味の違いを踏まえながら、どうぞご覧くださいませ。違いその1、静粛性が異なります。今回の出だしは静粛性からいきます。フィットの場合、この静粛性が結構大きな違いだと思うんです。同じグレードベーシック同士で考えた際に、ハイブリッドの方が静かに感じられて、体感できるだけ差を感じました。最も大きな違いはエンジンノイズ。ハイブリッドは高速巡航中に始動した際は低回転で回っています。低速時は充電用に効率重視と思われる高めの回転数で回っている様子ですが、それでもライバル車と比較すれば静かもしくは質が高いと思える回り方です。ガソリンモデルの方はというと、エンジンの質感といえば振動が少なくて好ましいです。ただノイズはね、ちょっと音量大きめで回せば個性的な音が鳴ります。他社含めて比較すれば、ハイブリッドモデルのエンジンノイズはかなり抑えられているというか、嫌な音質でないというか、フィットを選ぶ際の魅力として挙げたいポイントだと思っています。またそれ以外の静粛性にも違いが感じられて、フロント周りやリア周りから侵入してくるノイズにも違いを感じました。ここ本当か嘘かちょっと適当ではあるんですけれども、バッテリーボックス、それ自体の遮音性とマスダンパーとしての効果があるのかもしれません。音って振動ですから、重い物体の前では反射しますし、重さによって周辺の振動を抑えます。こんなハイブリッドを中心にデザインされているとすれば、ガソリンモデルがちょっとね割を食っているのかななんてね感じる部分もあります。違いその2、乗り心地が異なります。今回のフィットで大きな長所として思えるのは乗り心地だと思っています。ごく低速時を除いて時速40から50キロ以上、これくらいの速度域ではハイブリッドもガソリンも好ましい乗り心地を味わえます。その上で両者のキャラクターには違いが感じられます。結構ね、ここかなり大きな違いです。まず上級というか上位モデルとして位置づけられていると思われるのがハイブリッドモデル。同格のパワートレインの違いではなくて、ハイブリッドが上級として考えられていそうなのを乗り心地の違いから感じます。価格差が結構ね大きいですからね。きっとこうした差をつけているのでしょう。フロントシートではわずかに硬めのハイブリッド、重厚感あって動きが良くて硬いけど硬く感じないハイブリッドで、わずかに柔らかめのガソリン。ハイブリッドと比較すれば少し跳ねやすいこともあって軽快というイメージのガソリンモデル。リアシートではハイブリッドの良さが光ります。伸び側が抑えられていてフロントシートに近い乗り心地です。一方のガソリンモデルはというと、パカンとちょっとね跳ねる部分が目立って少し安っぽい雰囲気になります。なので四輪どこに座っても乗り心地良いと感じるのはハイブリッドモデルの方だと感じました。あと付け加えたいのがタイヤの印象。仮に銘柄じゃなくてスペック的に同じタイヤ、同じ空気圧だったとして、ハイブリッドモデルの方がタイヤの硬さを感じにくいと思いました。これは乗り心地で言うと、低速時の衝撃とかザラザラ感で分かりやすい違いになります。車重の差とかサスペンションの総合的な差によって、こうした差につながるのかと思っています。違いその3、ハンドリングが異なります。コンパクトクラスかつ車内スペースが優先されているフィットですので、ハンドリングはね、よっぽどのことがなければと思います。で、ハイブリッドモデルは特別嫌なフィールがなくて、むしろ重厚感があって、あえて言えばハンドルを回す重さに好みによる好き嫌いがあるかもといった感じです。で、述べたいのはガソリンモデルの方。まず前提としてガソリンモデルでは1人乗車と2人乗車をしました。その際にね、結構違いを感じたと申しますか。そんな感じです。一人乗車の時は、コーナーでちょっとね、気持ちよくないフィールを出します。曲がろうとする力の出始めから、コーナー中心あたりまでの過渡特性的な部分です。ジオメトリー的な部分なのか、体のボディ図上と
ロール間でね、タイミングが異なるというかね、物理的におかしいですけれども、そういったところが何回曲がっても微妙に気になる部分がありました。ただこれがリアシートにゲストをお迎えして2名乗車になったら違和感のないフィールに大きく変わりました。フロントの接地感とか応答性が減った代わりにロール感とのバランスが取れた印象です。やっぱりね、きっと多人数乗車に主眼が当たった車なのかな。あと、ハンドルを回す重さに違いがあります。重さを感じるのはハイブリッドの方です。良いという方向でコメントすれば、丁寧な運転がしやすい重さと言えます。また、もちろん単純に上級感を感じやすいとも言えますね。見方変えて逆の方向でコメントをさせていただくと、女性の方が駐車場でこうぐりぐりね回すにはちょっと重いかなとも思いますし、男の自分でもコーナーでじわっと切り込む際に微妙に切り始めにくい時がありました。で、乗ったのウレタンハンドルのモデルですので、これが本革ステアリングでしたらね、表面のグリップ力が勝ってまた違った印象になると思います。で、このあたりは好みの部分もありますし、最初重いと感じてもきっとすぐ慣れちゃうと思います。一応ね、ヒットは女性の方にもぴったりと紹介されていることもあるので取り上げさせていただきました。違いその4、加速感は異なるけど似ているような違うような。モーター駆動がメインのハイブリッド、エンジン駆動のガソリンモデル。加速感は異なって当然ですが、意外にね、似ているなと感じる部分がありました。そう感じた元はハイブリッドモデルの加速感。低速巡航からの全開加速時にぐっとパワーが盛り上がるというよりは、じわーっと加速を始めてぐーんと伸びるような感じで加速を始めます。このあたりね、ガソリンエンジンライクとも感じられる味付けです。ガソリンモデルは元気よく走るならもうね、あと 200cc 欲しいと感じますので、やっぱりじわっと加速を始めます。それで S モード使ってペースよく走るときですと、CVT は高回転をキープしようとしますし、その際のエンジンノイズはかなり賑やかで元気です。ハイブリッドのエンジンも加速中は回転数をね上げていく音をステップ式に聞かせてくれますけれども、ボリュームは小さく感じます。で、まとめると、日常的にもしくは軽いアクセル全開を使用して走行するときには、同じような加速力と加速感って言ったらね、言い過ぎかもしれませんけど、体感的にですね。そのあたり、総じてジェントルさをキープするハイブリッドモデル、テンションを上げて走ろうとすると、音で盛り上げてくれるガソリンモデル、そんな印象を受けました。違いその後、燃費が異なります。当たり前にして最も重要と思われる燃費の違い。自分たちが試したパターンですと、およそ10キロの差が見受けられました。ガソリンモデルで燃費20キロの時に、ハイブリッドですと30キロというイメージでした。一応これ、時速60キロをベースとした市街地での走行パターンでしたので、エンジン駆動モードを使っていない領域での走行です。エンジンの駆動モードを使用する速度、イメージ的に70キロか80キロあたりからでしょうか。この領域を使用すれば、ハイブリッドはもう少し燃費が良くなると予想します。燃費に関しては、それぞれ別動画にしています。一応別動画ですけれども、同じところを走って、同じようにタイヤ空気圧を変えて試してみました。こっちもね、意外と思える傾向があったりしましたので、よろしければこちら2本よろしくお願いいたします。違いその6、どうでもよいようなこんな違い。最後はちょっと息抜き的な話題です。場所はエアコン操作部。グレードベーシック同士で比較した際にエアコンに違いがあります。ハイブリッドがオートで、ガソリンモデルだとマニュアルです。それでね、マニュアルタイプにも液晶部がありまして、両方とも見た目は似ているんですけれども、実はちょっとした違いがありました。オートは左側に風量、右に温度の表示。マニュアルだと逆転して、左に温度、右に風量です。使いやすさを考えての違いだったら嬉しいのですけれども、もしかしたら違う理由とかね、あったら気になります。
内外装の違いは最小限。でも快適性とか乗り味の違いは大きいなと感じました。もうね、目をつぶって乗れば別モデル、そんな印象です。それなりの価格差がつけられていることもあって、上級と感じるのはハイブリッドの方です。自分の感覚では乗り心地も静粛性もハンドリングも好ましいと感じたのはハイブリッドでした。それでいて力強さというより上質感が強められたハイブリッドシステム、もうちょっと刺激が欲しいかなというのが本音でございまして、ここが悩みどころかなともね感じました。一方のガソリンモデル、今回はハイブリッドモデルと縦の関係で表現しちゃいましたが、エンジンらしい特性を味わいたいと考えたらこっち指名買いしかありません。ホンダらしいエンジン音を聞きながらまたそうして走れるシチュエーションがある方でしたら、やっぱりこっちしかないですよね。価格差が大きいのに内外装の違いは最小限というのも選びやすいポイントなのではないかと思いました。動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。